レディーに怪物だ。失礼な野郎だ。このメガネ記者め。ダービーが終わって2週間。大栗の様子にこれといった変わりはない。とはいえやはり少し気がかりだ。東海ダービーに日本ダービー、立て続けに2度も目標を立たれた。今は大丈夫でも今後が心配だ。何か新しい目標を与えてやれれば。トレーニング終わりました。よう怪物。デリカシー。遠くなって明かりは無償、昔はいつも眩しくて遠くなって私はもう心揺らいでる。もう嘘は聞こえなくて、想像の先端に立って戻らないと笑った。そうだ、震えていた声は無しゃぶりの訪れ、物語の手綱を解いて行けとしけるものは浮かべる。神がかりの晴れの舞台で私も追い抜き去ってく。クラシック登録のない小栗は秋の菊花賞には出られねえ。よってこれからは同世代だけじゃなく先輩たちとも戦わにゃならん。大丈夫、私怪物だから。ちょっと気に入ってる。その先輩たちが走るレースがここで開催される。ファン投票によって選出された馬娘が出走できる栄誉あるグランプリレース G1 宝塚記念だ。気を引き締めておけ。最強を見ることになる。秋津帝王、やっぱ一番人気か。マイルの帝王と呼ばれているのでしたっけ。マイルから中距離では現役ナンバーワン、 G1 を3勝しています。すごい、3勝も。こりゃ宝塚記念面白くなるぞ。お待たせいたしました。おお、あれ、小栗は一緒じゃなかったのか。それが本日は直接阪神へ赴いていらっしゃるようで、私たちへの差し入れにと瓦せんべいが置かれていました。500枚ほど。一人100枚計算か。お、始まるぞ。大栗ちゃん見て。あれが秋津帝王先輩。生で見ると風格すごいな。今、全馬娘がゲートに収まりました。宝塚記念スタートしました。揃いました13人の馬娘。まず出てきたのはミスレディー。うちの方から各馬娘が出てきました。秋津帝王、中をついて上がった。白金カルマを追い抜いて早くも先頭へ。もう花に立った。あの逃げが彼女の帝王たるゆえんです。
昨年行われた天皇賞秋とマイルチャンピオンシップでは共に5馬身差での圧勝。中距離では函館記念でのレコード勝ちもあります。俺たちもいずれこんな奴らと戦わなきゃいけねえのか。クラシック以上に魔物の巣窟じゃねえか。集団は第3コーナーから第4コーナーへ。残り 800m を切り秋津西洋先頭変わらず。先頭に次いで白金カルマが追いすがる。その後を1馬身差で第7エンペラーが内から迫る。外からはミスレディ、アスルフレイム、ロングリブフリー。まだいける。加速した。本当に 2200m を逃げ切るなんて。見えた。この勝負私が。なんだ白い。タマモクロス先頭。タマモクロスゴールイン。宝塚記念を制したのはタマモクロス。怒涛の7連勝。これが天皇賞馬娘の貫禄だ。なんや来とったんやな。オグリキャップ。誰かなんか喋る。何をですか。語るまでもない今の中央で最強の彼女。タマモクロス。長距離 3200m の G1 天皇賞春の覇者。デビュー以降しばらくパッとしない戦績だったが、昨年の秋頃から頭角を現し始め、現在7連勝中。今回マイルの帝王秋津帝王との対決では中距離での実績で不利とされたのか2番人気に収まるが、結果はご覧の通りだ。今後ヤスとぶつかることになるだろう。よく覚えておけ。最強か。オグリちゃんいる？あ、電話だよ。もしもし。久しぶりだな。オグリ。マーチ。元気そうだな。テレビ見てるよ。ずいぶん活躍してるようだな。お前と競っていたのが遠い昔のことのように感じる。私にはつい昨日のことのように感じられる。マーチはどうなんだ？大活躍か？聞いて驚け。東海ダービーに出走したぞ。どうだった？当然一着だおお。と言いたかったんだがな。4着だったよ。笑えるだろ。お前のライバルを気取ってた私がこのありさまだ。本当に残酷だよ。少しだけくじけそうだ。それはダメだ。マーチは私より長くレース場に立つんだろう。だったらダメだ。東海ダービーはダメだったかもしれないが、ここでくじけたらまた私に負けてしまうぞ。だから次頑張ろう。もしかして慰めてくれているのか？しかしまあ、もう大丈夫だ。過ぎた目標はただの通過点。一つの山を登りきったならまた次の山を登ればいい。お前との最後のレースで学んだことだったな。で、各有お前の次の目標は決まったのか？わからないんだ。
今までは東海ダービーとか日本ダービーとか一番すごいレースがあって、それを目指して頑張れた。けど次は何を目指せばいいんだ。それがわからないんだ。なんだ、そんなことか。簡単なことじゃないか。お前が走るレースを最高のレースにすればいい。日本一の馬娘になれ、オグリキャップ。日本一。マーチ、もしかしてオグリに電話してる？マジか。一人だけずるすまん、厄介なのに見つかった。オグリ久しぶり。乗るんだけど。おい、はいはい、私ミニ、もちろん忘れてないよね。いや、ルディだけど。ちょっとあんたら勝手に割り込まないでよ。君が言うのか。ごめんでさ、そっちはどんな感じ？元気してる？ああ、今もらった。外からオグリキャップ、ゴール前ですごい足、エンドドラゴンをかわした。オグリキャップ重賞5連勝、重賞5連勝でゴールイン。高松宮杯1着はオグリキャップ。タイムはなんと1分59秒0、レコードタイムです。玉のクロスに勝って日本一の馬娘に。両馬場よし、重馬場よし、1600メートルから2000メートルの距離もこなす。阪神、京都、東京、中京、4つの異なるコースで重賞5連勝か。オグリキャップ要注意かも。なんやコミちゃん、うちが負けるとでも思っとるんか？いや、そんなことないよ。タマちゃんが強いのは誰より知ってるし。冗談やって。で、コミちゃん的にはいつ頃ぶつかると思う？そうだな、ムサカさんのことだから多分今年の秋。な、うずうずしてきた。ほんでも勝つんはうちや。今日は何をするんだロペ。ムサカだ。オグリちゃんすごい張り切ってる。これから夏の間はしばらく普段の練習とは別メニューだ。特別なトレーニングスケジュールを組んでる。特別？どんな練習をするんだ？練習はしない。しない？なあ、今日から夏休みだ。夏休み？中央に来てからレース続きだったからな。気づかぬうちに疲労も積み重なってる頃だろう。休養は心の栄養。これも立派なトレーニングの一環だ。トレーニング。最強に勝ちたいんならなおさら休むことを覚えるのも大事だぞ。コンディショニングって言って肉体とメンタルのコンディションを整えることで運動パフォーマンスが向上するって学科でも教わったよ。なるほど、コントショーが大事と。コンディショニングね。せっかく東京に来たんだ。観光にでも行ってくるといい。これでよし。はい、これをかけて。完璧。どこからどう見てもオグリちゃんだって気づかれないよね。ここまで気にしなくても。ダメだよ、ダメ。オグリちゃんは今や有名人なんだから変装してないと大騒ぎになっちゃう。有名人？ここまでいっぱい頑張ってきたんだし、今日は思う存分オグリちゃんのしたいことしよっか。走る。それ以外でどこか行きたいところとかないの？あ、
来ちゃった。原宿。でもなんで原宿？いや、前にノルが。東京といえば原宿でしょ。って。なるほど。それにしてもすごい人とお店。とりあえずお昼食べよっか。何食べる？全部。え？全部。食べ過ぎた。一つ一つがボリューミなんか変な形のものばかりだったけど美味しかった。ーにしてもせっかく変装してきたのに結局目立っちゃったね。なぜだ、不思議だ。これがカリスマというやつか。違うと思う。お、なんやなんや、有名人でもおるんか。どうしたの？ちょ、待っとって。風が気持ちいい。いいところだな。今度クラスのみんなも誘ってみよう。この間の鑑賞会行けなかったもんね。瓦せんべい足りただろうか。そういえば昨日ゴッド先輩が切り株に刺さってたんだけど。また刺さってたのか。ところで次のレースって何やったっけ？毎日王冠だろ。ビンゴ！やっぱ毎日王冠や。メガネ記者！誰だ？直接は初めましてやな。僕は藤井千介、記者やっとります。オタクの記事いくつか書かせてもろててな。いやー、あえて光栄やわ。困ります。今はプライベートで。お、自分がベルノライトちゃんか。大層優秀らしいな。後ろにすごいのいる。高松宮杯からの毎日王冠ちゅうことは初の G1 は天皇賞秋やろ。ほらな、ムサカのおっちゃん分かりやすいわ。おそらくやけど次の秋天タマモクロス出るで。タマモクロス。この反応やっぱ意識しとったか。いやー、しかしな、毎日王冠でしょっぱいレースしよったらタマモクロス鼻で笑うやろな。しょっぱい。塩加減が大事ということか。ちゃうけど。そこでお兄さんがええこと教えたる。どこから出したんですか今？毎日王冠は高松宮杯と同じ G2 やけど今年に限っては訳が違う。物ごっついつわものたちが参戦すんねや。大栗ちゃん。ヨーロッパ帰りのダービー馬娘、ユイが独尊の開拓者シリウス・シンボリ。今年の G2 を2勝、安田記念で2着。舞台上のお嬢様ダイナムヒロイン。そんな G1 クラスのバケモンが2人とも出走する。注意しとき。名刺渡しといたるさかいに何かあったらいつでも連絡しや。ほなな。あれ、愛ちゃんどこ？大栗ちゃん、この後どうする？走るですよね。夏休み1日で終わっちゃったね。ああ、でもベルノのおかげで今日は楽しかった。大栗ちゃん。私も。帰ったら練習付き合ってくれるか？もちろん。
どこ行ってもうたんやろ。愛ちゃん。G2 毎日王冠。天皇賞秋を目指す人だけじゃなく、マイルから中距離まで幅広い適性の一流馬娘が集まる秋の G1 戦線を占う前哨戦って言われてるの。時にスーパー G2 と呼ばれてて G1 すら凌駕するレベルになるんだよ。なるほど。ベルノは物知りだな。サポートスタッフとして勉強してるから少しでもオグリちゃんの力になれるように。ベルノ。おう、入るぞ。準備できて。ああ。何やってんだお前ら。ロッペ。ムサカだ。前よりパワーアップしてる。準備できたか。中央初戦のペガサスステークスを除けば初めて休み明けで臨むレースだ。夏の間もみっちり走り込んだから気合十分です。ああ、力がみなぎる感じがする。言うまでもなく今回のレースは秋の天皇賞タマモクロス戦を見据えてのレースだが、はっきり言おう。勝つことが最低条件。ここで負けたら天皇賞には出せん。次回「ウマ娘シンデレラグレイ」第11話「笠松の星」。